皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、尖閣諸島をめぐる日米の連携について取り上げていこうと思います。日米の間には軍事同盟というものが厳然と存在しているわけですが、しかし、今ほどその存在というものが重要な時というのはないでしょう。米中冷戦構造というものの中において、冷戦ではなくホットウォー、実際に開戦するかもしれないと考えている人たちというのも、それなりの数いるからです。そして、米中冷戦のその前線が一体どこかといえば、それは南シナ海であったり、東シナ海であったり、アメリカ本土ではなく、中国の海洋において、その前線が設定されようとしているのです。そして日本もこの中において、蚊帳の外にいるわけではなく、むしろ前線の国の一つです。日本がまさに当事者なのは尖閣諸島です。この尖閣諸島周辺には中国の武装した船というものが居座り続けています。中国側は中国海警、そして日本の側は海上保安庁がこれに対応しているわけですが、そこから一段階上がって軍事力の衝突というものが起こったとしても、決してありえない話ではない、それほど緊張感は高まっています。そうした状況の中で、米軍の中から日本を支援するという声が公に出て、それが報道されるというのは一つのニュースでしょう。それが一体何を意味するのか今回は考えていきます。それでは関連ニュースをどうぞ。在日米軍トップ、尖閣周辺で日本を助ける義務全うする。在日アメリカ軍のトップは、沖縄県の尖閣諸島の周辺で中国の船が日本の領海にたびたび侵入し、かつてなく活動を活発化させているとした上で、アメリカ軍として周辺海域での警戒監視や情報収集を強化して日本を支援するという考えを示しました。在日アメリカ軍のトップ、シュナイダー司令官は29日、オンラインで記者会見を開き、まず北京は東シナ海と南シナ海で攻撃的で悪意ある行動を続けていると中国を批判しました。そして沖縄県の尖閣諸島周辺での中国の行動について、ここ100日から120日の間、未だかつてないレベルで日本の領海に侵入していると述べ、かつてなく活動を活発化させていると指摘しました。その上で尖閣諸島の状況について、アメリカが日本政府を助ける義務を全うすると述べ、アメリカ軍として周辺海域での警戒監視や情報収集、偵察活動を強化して日本を支援するという考えを示しました。中国、アメリカを牽制。これについて中国外務省の報道官は29日の記者会見で、島は古くから中国固有の領土で、中国海警局の船が周辺海域をパトロールすることは中国固有の権利だとした上で、関係国はこの地域の平和と安定に有利になるようなことを行い、不利になるような言動をしないよう希望すると述べて、アメリカを牽制しました。そして中国の船は現在もなお尖閣諸島周辺に居座っています。尖閣周辺に中国船108日連続。沖縄県尖閣諸島周辺の領海外側にある接続水域で30日、中国海警局の船4隻が航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認した。尖閣周辺で中国当局の船が確認されるのは108日連続。平成24年9月の尖閣諸島国有化以降で最長の連続日数を更新した。このニュースで何と言っても押さえておかなければならないのは、米軍は確かにサポートするという話はしていますが、決して自分たちが前線に立って、さあ私たちが中国と戦いますよと言っているわけではありません。尖閣諸島を守らなければならないのは、まず第一に日本の自衛隊であり、その自衛隊というものの存在がなければそもそもサポートする対象がないのですから、米軍が助けることはできません。あくまでも矢面に立つのは日本の自衛隊であって、この自衛隊が戦う時になったら、米軍はそのサポートを必ずしますよということを表明しているのです。ですから、何も傭兵としてアメリカ軍が戦うようなイメージをするのは大きな間違いです。尖閣諸島は日本の領土です。ですから、日本の領土を守るのはまず日本の仕事であり、その仕事を果たすのであれば、まさに同盟国として米軍が助けに回るよというのが今回のニュースの肝です。そしてこのニュースで押さえておかなければならないポイント2つ目は、それは今回の発言をしているのが軍人であるということです。例えば、政府高官の誰かがこうした発言をしたというのであれば、これは一つ問題があります。それはトランプ政権がもしも変わってしまったとしたら、その発言というものの効力というものがなかったものになってしまうからです。特にトランプ大統領と違い、現在対立候補であるバイデン氏は、
中国に対して融和的な政策を取るのではないかと言われています。アメリカの議会においては民主党であろうと共和党であろうとも中国の脅威については十分認識していますが、少なくとも大統領それ自体が中国に対してどのような態度を取るのかというのは議会とはまた違ってアメリカ全体の方向性を大きく変えることがあるのです。そういった意味においてこの発言が軍人化しているというのは一つ大きなポイントで、彼らは職業軍人であり、政権が変わろうとも彼らの心意気もしくは彼らの日米同盟に対する意識というものが急激に変わるというわけではありません。アメリカ軍は日本の自衛隊を十分に味方として認識してくれています。ですからこのように軍人の発言としてサポートに回ることを言明してくれているのです。ですからたとえ政権が変わったとしても彼らの意識がガラッと変わるということはないでしょう。そして押さえておかなければならないポイント3つ目は、このような発言が外に漏れ出てニュースになるような情勢になっているというこの状況そのものについて言及しなければなりません。例えば、情勢が緊迫していない時であれば、このような発言があったとしても、それがニュースになることはないでしょう。このような発言がニュースになるということそれ自体が、少なくとも報道機関の中において、冷戦だけでは済まないかもしれない。そして、ホットウォー、開戦するかもしれない。軍事的な衝突があるかもしれないということを、どこかで考えているから、では、そのようなことが起こった場合に、日米同盟はどうなってしまうのかというのをある程度意識しているのです。現場の軍人たちは命じられれば戦いに行くというのは別に珍しいことではありませんし、それこそ常にそういったことを意識しながら行動しているはずです。ですから今回の発言そのものも別に今回が特殊な発言であるとは私は考えていません。常々彼らはいつか戦うことがあるとすれば、その時は日本と戦うことを選ぶ、そういった意識を常に持っているのでしょう。ですからこのニュースの特筆すべきは、それを報道する側、つまり報道の側もすでに冷戦構造に入ったということを意識しつつ、どこかで軍事的な衝突が起こり得るということを少し意識しているのだと思います。これらのことから考えられること、それは日本政府がしっかりと自分の国の領土は自分の国で守らなければならない。でなければ米軍も動きようがないというこの現実をシビアに見なければならないということです。現在は海上保安庁に任せっきりです。それは事態のエスカレートというものを防ぐということが前提にあるのでしょうが、少なくとも尖閣諸島に人が常駐していないという状況、それ自体は変わりません。ですから、そのような状況について改善しなければならないのは間違いありません。米軍が何かあったら助けるよというのですから、日本の側が実際に行動に踏み切らなければならない状況になっているのは間違いありません。私は尖閣諸島には施設を建てて人が常に常駐するような形になるのが望ましいという話を何度となくしています。安全性を考えればまず第一になるべくだったら自衛隊もしくは米軍の基地などをここに配置するといった話も良いでしょう。米軍の射爆場があるといった話もあるのですが、近年はそこは使用されているわけではないので、中国への威嚇ということを念頭に考えれば、そこで米軍による軍事演習などを行ってもらうというのも一つの政治的なオプションでしょう。ただし、現在の緊張が高まっている中において尖閣諸島に米軍が入り、そこで軍事訓練を行うかどうかというのは少し難しいかもしれません。それこそ、米軍が矢面に立つようなことになるのは避けたい。しかし、何かあれば自衛隊のサポートをするよという今回の表明に対しても矛盾するようなことになってしまうからです。ですから、何と言っても行動しなければならないのは日本側なのです。日本政府がしっかりと尖閣諸島を守るぞという意思を示す行動こそが友軍であるアメリカに対しても我々はしっかりと自分の国は自分で守るんだという意思表明と行動、決意を示すものとなるでしょう。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。